から20分でしたが、大変問題な内容だったと思いますが、この動画は中国における臓器移植を考える会、SMC ネットワークのホームページにもアップされております。皆様のお知り合いの方にどうぞご紹介していただきますようよろしくお願いいたします。続きまして、国際人権弁護士デイビット・マタス氏による特別講演を行わせていただきたいと思います。では石橋先生、よろしくお願いいたします。すみません、デイビット・マタス弁護士のご紹介、デイビット・マタスのご紹介をさせていただきます。先ほども少し申し上げましたけれども、カナダの出身でありまして、国際人権弁護士として活動しておられました。その中で、この法律の皆さんの主にターゲットになってしまった中国共産党の臓器収奪のことを、お祝いを受けて調査を始められたんです。それが、デイビッド・マタスさん、デイビッド・マタスさん2人が中心になって調査を始めてこられました。2006年には、映像にもありましたけれども、2006年には、世界で初めてとなるこの問題の調査報告書を2人が、ケルガーさんとデイビッド・マタスさんが2人が発表されて、その後に今日に至るまで、この臓器収奪の調査者の第一人者としてご活躍をしてくださっています。で今回も本業弁護士さんでいらっしゃるので、京都の方であった国際会議にご出席のために来日をしていらっしゃいますけれども、その機会を私たちが使わせていただいて、日本国内で何か所かそういった形で講演をいただくということであります。それでは私からの紹介は以上でありまして、ここからはデイビッド・マタス氏から貴重な講演を賜りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。Okay, thank you. First of all, can you all hear me? はい、聞こえますか？ Okay, let's go. Okay. I'm going to talk about genocide and the forced organ harvesting in China. 私のお話ですけれども、ジェノサイド、そして中国における集団、臓器収奪に関してお話しいたします。Now, there's an American academic, Gregory Stanton, who's identified 10 stages of genocide. でこれに関しましては、アメリカの学者であるグレゴリー・スタントン氏が、そのジェノサイドは何であるのかということを認定するに関する説明を書かせています。The first is classification, people being divided into them and us. まず人を分ける、その分け化する、分けるということです。我々と彼らが分けるということです。The second is symbolization, that the symbols are forced upon unwilling members of the group. そしてその中でその2番目です。シンボライゼーション、つまり象徴化していく、つまり自分たちに望まない人物を象徴化していく。The third is discrimination, either by law or practice. で3番目ですけど、ディスクリミネーション、こちらは差別化ですね。法律的に、もしくは何らかの実践によって差別する。The fourth is dehumanization, people described as animals, or insects, or diseases. で4番目、これがデヒューマナイゼーション、つまり人間以下のものであるということ、例えば虫けらであるとか、けらものであるというように呼んでいく。The fifth is organization, that the state or the genocidal group organizes itself and trains itself. そして5つ目がオーガナイゼーション、つまり組織化していく、人々をジェノサイドによっての活動を行うために組織化するということです。The sixth is polarization through hate propaganda that is broadcast widely. そして6つ目ですが、ポラライゼーション、つまりプロパガンダによってさまざまな、
宣伝をする。The seventh is preparation. The mass killing is planned, the victims are identified and separated. そして7番目が、パンフレットにすみません。まず集団虐殺を計画して、そしてそれを実行する、その実行という意味です。The eighth is persecution, forced displacement, ghettos, concentration camps. そして8つ目が迫害ですね。人々を例えば収容所に送ったりするようなことをする。The ninth is extermination, that the killers kill their victims in mass numbers because they don't consider them fully human. そして9つ目ですが、エクスターミネーション、こちらは、殺す側の人物が、その人たちを殺戮していく、いらないものだとしていく。And the 10th is genocide. The perpetrators deny that they committed the crime and they even deny the crime happened. そして10番目がジェノサイドです。こちらは集団殺戮がありまして、その被害者にあたる人物が殺戮を行うけれども、その殺害そのものを犯罪とみなさない。Now this list is part of general genocide analysis. Another component of genocide analysis is the division into hot and cold genocides. でこれが一般的なジェノサイドというものに関する分析であります。そしてもう一つジェノサイドを見ていくやり方という別な見方もあります。The difference between a hot genocide and a cold genocide is that a hot genocide happens publicly, quickly, with a very visible mass killing. もう一つの分析というものは、ホットジェノサイドとコールドジェノサイドに分かれたものです。ホットジェノサイドというのはどういうものかというと、人が見ているところで、要するにオープンに実際にジェノサイドを行っているということがオープンであるということです。A cold genocide is one that happens slowly and over many years. Much longer than 5 years, or maybe even longer than 10 years, and is not as visible, not as obviously noticed. そしてコールドジェノサイド、こちらはゆっくりと時間をかけて、場合によりましたら5年以上、10年以上、そして実際にこれが起こっているということが気がつかないような形でジェノサイドを行っているんです。Now, you've heard in that video a lot of the evidence about the mass killing of practitioners of Falun Gong to their organs. でも、ご覧いただきましたビデオの中で、法輪功の学習者が集団殺戮によって命を落としていたというエビデンスをご覧になりました。And there's also a lot of evidence about the Uyghur population from Xinjiang in China being killed en masse for their organs. それだけではありません。臓器収奪のために殺戮されているのは、ウイグル人、に住んでいます、ウイグル人も含まれるわけです。Now, the evidence about these two mass killings through organ transplant abuse is voluminous, and to go through it would take days, if not weeks, and I don't even intend to start here. でこちらの大量殺戮、つまり、臓器収奪のために行っていることに関するエビデンス、証拠そのものはあります。山のようにあります。ですから今日1日だけで説明できるものでは何週間もかかることたくさんあります。What I wanted to talk about here is whether these mass killings fit within the general concept of genocide. で今日お話ししたいことは、こうした殺人というものがジェノサイドという定義にどのように当てはまっているのかということに関してお話ししたいと思います。
Now, if you take this category of 10, this list of 10 that Jeffrey Stanton has put out, and if you look at the difference between harmful genocide, some of these steps are relevant and some not so much. 先ほどお話しいたしましたのは、グレゴリー・スタントン氏のその10の段階というか、そのジェノサイドに関する段階でございまして、あともう一つはホットホールドのジェノサイドに関する説明をいたしました。この中には今お話しされました問題になっています、臓器、収奪に関してその当てはまるものもありますし、当てはまらないものもあります。And there are also particularities relating to the mass killing of Falun Gong and the mass killing of Uyghurs that add additional stages or steps relevant to their genocide. そして集団殺戮、法輪功の人たち、そのウイグルの人たち、それに対する大量殺戮をしている中で行われていること、さまざまなステージがありますけれども、必ずしも10のその段階とか、それに当てはまらない、他の要素もいろいろあるわけです。What we're dealing with general genocide literature is generalizations. And there are particularities of both the Falun Gong and the Uyghur genocide, forced organ harvesting, that one has to pay attention to, have regard to, in addition to these generalizations. でそしてそのジェノサイドに関しては一般的な文献とかがあって、そしてその中で定義されていますが、その法輪功の人たち、そしてウイグル人の臓器収奪のために行われているこのジェノサイド、これにはそれなりの定義というものがあります。In terms of classification, well, the division between them and us, that's very easy to do for the Uyghurs since they're a distinct ethnic group. It was harder to do for the Falun Gong since they were Han Chinese, indistinguishable from their neighbors other than this practice. 例えば先ほど申しましたクラシフィケーション、あるその自分たちの対象となる人物を分けていくというやり方、こちらはウイグル人に対しては比較的簡単かもしれません。なぜかというと民族的にも違います。またそれと一方で法輪功の人たちというのは、中国人ですので、ですから他の人たちと誰が法輪功だということを見分けるのが簡単ではないかもしれません。In terms of symbolization, well, this is a kind of a referral back to the Holocaust where Jews had to wear stars of David. And we don't have anything like that for either Falun Gong or Uyghurs. But what we do have for Uyghurs is facial recognition techniques, which are widely used in China and used to identify Uyghurs. で先ほど言いました中のその段階のいくつかなシンボライゼーション象徴化というところ、これはホロコーストの時にユダヤ人に対してスター・オブ・デイビットをつけるというやり方で認識するという形がありました。これはこうしたシンボライゼーションというものはこの中国の臓器収奪に関しては行われていないかもしれませんけれども、しかしウイグル人に関しては、顔認識のテクノロジーを使っていたということで、それに当たるところがあります。In terms of discrimination, well, that to a certain extent relates to identification. That Uyghurs who are identifiable are heavily discriminated against. The Falun Gong, who are not known to be practicing, I mean, it's not visible that they are practitioners, don't suffer the same form of discrimination. でそして差別、ディスクリミネーションという点に関しましては、もちろん認識できるものは差別するというわけで、そういった意味ではウイグル人が差別しやすい状態にいるわけです。法輪功の人たちの中で実際に学習者、連行とかをしていない、そういった人たちに関してはそれを見分けて差別するということはより
そのやり方ではないということになります。The dehumanization, well, that of course takes place with both groups, but it's a different form of dehumanization. The Uyghurs are commonly referred to as a group as terrorists. The Falun Gong, who don't engage in violence at all, the common form of dehumanization is that the practice and beliefs are self-destructive. はい、でそしてこのディヒューマナイゼーションについては人間よりもその落ちた存在であるというふうに認めるするということですけれども、こちらは、ヨーロ人の場合はテロリストというふうなラップインを貼るということが一つあります。だけども、ホリコの人たちは全く暴力を行わないわけですので、非常にこちらは人間以下のものに落とすというのは他のやり方でやるということになります。In terms of organization, well, you've got two parallel organizations. One is the detention and jail system, and the other is the hospital system. And obviously the organizational systems are different for each, but it's these two organizations that together perpetrate the genocide. そして、オーガナイゼーション、つまり組織化という意味ですと、2つ今回は考えられるわけです。例えば、刑務所、もしくは収容所というところが1つ、あとは病院ですね。こちらは制度としては違いますけれども、同じようにジェノサイドを行っている組織ということになります。There's of course, the polarization through broadcasting of hate propaganda, just broadcasting these dehumanizing stereotypes. そして次のポラライゼーションですけれども、こちらは放送化、つまりメディアに対するメディアの行うような広報活動的なことですけれども、これはステレオタイプというか偏見に満ちたことをどんどん人に伝えていくという意味でそう言えます。There's preparation, the seventh stage in a number of different ways. First of all, there's mass detention of both Uyghurs and Falun Gong. And secondly, once in detention, they're blood tested, they're organ examined, there's mass advertising for transplants, there's elaborate preparation. そして準備をするということになりますと、まず一旦ウイグル人であろうがホリコであろうが、交流すると。交流した後は次に血液の試験を行ったり、組織の適合をやったりと、そういうふうに非常に細かいテストを行って、臓器移植の準備を行うということになります。In the detention camps, there's persecution, and in both cases, what the Communist Party is looking for is adherence, loyalty to the party, and that can be exacted through torture if people do not agree. And if even after torture people do not accede to loyalty to the Communist Party, they become a vast forced organ donor pool. そして次ですけれども、まず一旦交流施設に入った人たちは、中国共産党の人たちによって迫害されるわけです。つまりどういうことを行うかと言いますと、中国共産党に忠誠を誓わされるわけです。しかし忠誠を誓わない、そういった場合には非常にひどい迫害を暴力を受けるわけです。そういうこともあります。There's extermination because these people are killed through organ extraction and their bodies cremated. そして迫害を受けたんですけれども、組織を略奪されて、そして最終的に遺体を焼かれるわけです。And of course, there's denial. Well, even especially the innocent will deny doing anything. But what's specific about the denial of the guilty is they don't address the evidence. They can't address the evidence. They can't contradict the evidence, which is irrefutable. They just deny in so much hot air.
そして自分たちが行ったことに関して全く否定していく、つまり何のエビデンスに関してもそれを否定するということを行うわけです。Now, in terms of the division between hot and cold genocide, what we are dealing with here is the cold genocide. In a sense, it's happening over many years. It's not as widely known as the hot genocides. Even with the Uyghurs, where the persecution is widely known, and with Falun Gong maybe less so, but at least known, the mass killing for organs is not that well. でホットとコールドのジェノサイドに関して、こちらのここでのその臓器収奪の話に関しましては、コールドジェノサイドというふうに分類されるわけです。何年もかけて行った、そして知られない形で行ったということ、特にそのウイグルの人に対するその迫害は知られていますけれども、法律法に対する迫害はほとんど知られないままに行われてしまった、そしてそれが最終的には大量虐殺に至ってしまったということがあります。The mass killing of these two victim groups for their organs happened slowly, in the sense it happened over many years. The Falun Gong started since the early 2000s. There were Uyghurs in small numbers even before that, but it really started picking up in 2000 for the Uyghurs in 2017, and just continues year after year. そしてこの2つのグループ、もしくは民族に対する大量虐殺ですけれども、これも何年もかけてゆっくり行われていたという事実はあります。事実です。法律法に関しては6の学習者に対しては2000年頃から初め頃から行われました。もちろんウイグル人に関してはそれ以前に臓器を略奪されていたという事実はありますけれども、しかし2017年になってからこの問題が発覚したというか、新たに行われるようになりました。そして今も続いているわけです。Now, what makes this a cold genocide is not only the slow pace, but also the secretive nature. What you've got is victimization occurring in jails and hospitals, where there's only perpetrators and victims, there's no witnesses, the operating room is cleaned up after the operation, the scene of the crime, the bodies are cremated, there's no autopsies possible, the hospital and the jail records are not publicly available, so it's a very secretive form of genocide. そしてこれがジェノサイドであるコールドジェノサイドであるという意味での、やはりどれだけゆっくり行われているかというだけではなくて、非常に秘密裏に行われているということです。これは被害者がただ単に被害化されているという、ごめんなさい、人が見えないところ、刑務所もしくは病院の中で行われていて、そして組織、臓器を奪われると、そのまま手術室において、遺体が片付けられてしまって、そのまま燃やされてしまう。そして実際に、従囚人の記録とか、それから刑務所の記録とか、そういったものが残されていないということも非常にそういう秘密裏に行われてしまうということです。Now, there are, in addition, for these genocides, in addition to the 10 stages that Gregory Stanton identified, I would identify 6 other stages that are particularly relevant in these circumstances, although I don't know if one can generalize them beyond these genocides. 先ほどスタントン氏の10の段階のお話しいたしましたけど、ジェノサイドの話ですね。それの他に私も3つほどステージとして、段階として関連のあるものを、今回のことに関して申し上げたいと思います。もちろん一般的な定義というわけではありませんけれども、6つあると考えます。What we see with the Communist Party of China is something very specific to them, and what I have in mind is their mass mobilization campaigns.
Great Leap Forward, Cultural Revolution, Golden Shutdown, and they're always looking for mobilization targets, identifying enemies to sort of rally people around. まず中国共産党に特定のそのやり方というものがあります。つまり集団動員化して、その動員化させていることによってあるターゲットを見つけて敵としていく、そういうのやり方でいろんなその宣伝化などの活動を行っていく。So targeting Falun Gong and then first Falun Gong and then the Uyghurs, public enemies became useful as a way of mobilizing people around the Communist Party. で例えば、ボ人口もしくはウイグル人をターゲットとして、そしてパブリックエネミーである、その公共の敵であるというふうにしていって、人々の動員化を行うというのが典型的なやり方です。A second feature that's relevant to the genesis of these genocides is the way organ harvesting started in China. もう一つのそのジェノサイドの考え方としまして、私今回の集団虐殺に関してお話したいのは、どのようにして臓器収奪が始まったかということに言及したいと思います。Organ harvesting in China, from the very beginning, started with sourcing organs from prisoners. The prisoner is sentenced to death and subject to execution. まずはじめにその臓器収奪というか、臓器の移植に関するこの臓器収奪ですけれども、こちらは死刑に宣告された囚刑人をに対する臓器を収奪するということから始まりました。So the health system got used to it was institutionalized. You wanted organs, you got it from the prisons. 保険制度が中国に要するに保険制度がありまして、もしも臓器が必要な場合には刑務所から臓器を提供するということになっていました。And with the prison and detention system, it was the same thing. The jailers, the courts, the court registry, they knew that the organs were coming from the prisons, and they functioned as an organ distribution system. というわけで、その収容所もしくは強制労働所、そういったところにいる監視、それを人たちでもちろん臓器が必要な場合には刑務所に行って、そして臓器を探してくるということは周知のことでした。So then a third feature is once the health system became dependent on the sourcing of organs from prison. 保険制度そのものがその臓器の提供源を集計者に依存するようになっていったわけです。しかしその一方で死刑囚の数が減っていった。The death penalty numbers went down because the number of death penalty offenses went down because the government elevated the level of court, which imposed the death penalty, which caused delays and cut down on numbers, and also because there was a global public opposition to the volume of the death penalty in China, which and the volume was, even though not officially reported, was public because of local reporting and reports of international human rights organizations and reports of defense lawyers. なぜ死刑囚が減ったかといいますと、もちろん政府の方で法廷の手続きとかいうこともあって減ったというのもあると思うんですけれども、しかしこれはグローバルに中国の死刑囚があまりにも多すぎるということに人権集団が、人権組織が非常に非難したためにこれによりましてそのオフィシャルなその数字というかその公式な数字は減っていったということがあります。しかし実際にはリポーティング報告されていませんので、とりあえずその死刑囚の数は減っていた。Now, a fourth factor here was the shift in government
financing of the public sector. The shift under Deng Xiaoping and Hu Jintao from socialism to capitalism, which meant the withdrawal of funds from the public sector, including the health sector, which meant that the hospital needed an alternative source of funds. もう一つはその保険制度のに対する資金が、政府ではなくて自分たちでその、保険制度の側で、病院側で資金源を移さなければならなかったと言って、それは電車当初の時代からそういったことが始まりまして、そういう動きの中で、病気失礼しました。臓器収奪が行われるようになっていたわけです。So at the same time as the death penalty numbers were going down, the hospital funding from the government was going down, there was this huge increase in arbitrary indefinite detention of Falun Gong practitioners who were not recanting their beliefs, even after torture. ということで、つまりその死刑囚の数が減っていった、そして病院側での財源が減っていった、そういったことがあって、要するに法輪功の学習者が購入される数が非常に増えていったということが事実としてあるわけです。しかもその人たちが実際に自分たちの新人を信じるというか、信じるところを共産党に責められてもこれを否定していったということで非常な拷問を受けるということが始まっていたわけです。Now, once the hospitals started sourcing organs from Falun Gong, they realized that they had not just enough people to replace the missing death penalty prisoners, but what seemed like at the time an indefinite and exhaustible resource, which they then turned into what they thought was a bonanza by building all those buildings we see, transplant wings, transplant hospitals, and started advertising for transplant tourists around the world. ということで、資金源を逆に病院側の方で振り向けていかなければならなかったということで、法輪功を対象にして臓器移植を行うようになっていた。これが始まることによりまして、非常に数が増えていたわけです。臓器移植ができる数が増えていったことによりまして、これが逆に病院といいましては非常に有利な、つまり大といいますか、数を増やしていくことができて、病院の棟を増やしていくことができた、そして移植病院もどんどん増やしていく。で、さらにはもっと観光の地元のものによります移植活動ができるように広告を出すようになりました。A fifth relevant particular factor was the widespread existence in China of military hospitals, which were catering and do still cater not just to military patients but to the public at large. And these military hospitals have a special institutional, cultural connection to jails and detention centers. いろいろ要素を申し上げていますけれども、その次のものですが、それはまず中国の中に広く存在している軍事病院の存在です。このレラは軍事病院というふうに呼ばれていますけれども、公共に対してももちろん治療を行うというわけで、ただ軍事病院という性格から文化的にも刑務所、交流所に非常に関係があるというか強い関係があるということです。These military hospitals are much more obviously state actors acting under state policy than civilian hospitals. こちらは通常の私立の病院と比べて、さらに軍事病院ですので、国家の政策を行うことができる立場にありました。The
sixth factor that I will mention that's particular here is the shift or the movement from sourcing from Falun Gong to sourcing from Uyghurs. で最後になりますけれども、これはその法輪功の学習者からウイグル人に対してそのターゲットをその移行していったということが要素として考えられます。Now, I mentioned earlier there was a shift from death penalty prisoners to Falun Gong because partly of the decrease of numbers of death penalty prisoners. 以前もしましたけれども、その死刑囚の数が減ったために法輪功の学習者にシフトしていったということがお話にしました。Something similar happened with Falun Gong and Uyghurs. In 2001 or 2002, when the mass killing of Falun Gong organs began, the supply seemed inexhaustible, but the numbers were up to 100,000 a year for sourcing organs from this population, and over the course of 15 years, the numbers of available Falun Gong for organ sourcing started to go down because Falun Gong were not being detained, new Falun Gong were not being detained at the same rate that the Falun Gong already in detention were being killed for their organs. でこうした移行というか、2001年、2002年、その頃に法輪功の学習者が抑留されるようになった、その頃にはその無尽蔵の表現にされいたわけです。ですから、例えば10万人とか、1年間に10万人とか、そういった数が移植されていたわけです。しかし、これが5年間、15年間も続きますと、やはりそういった供給源というものは、常に交流施設に対して交流するという数も減っていくというか、無尽蔵ではないので、やがてはその数も減っていくということになります。So by 2017, there was a significant depletion of Falun Gong available sourcing and also a massive increase in Uyghur detention. ですから、法輪功の学習者のその臓器が得られなくなった2017年頃から、ウイグル人のによる臓器が非常に大きく増えるようになりました。And also there was technological development in organ transplantation during this period. At the beginning, organs had to be sourced locally because the time organs could survive outside the body was very little. And there was Falun Gong everywhere. It detained Falun Gong everywhere in China. でその間にまた組織臓器移植のテクノロジーに関しても発展していきました。昔というかかつてでしたらローカル、その地元で移植をしなければならなかったわけですけれども、また同じように法輪功の学習者は全国に散らばっていたので、そういった人たちが各所に交流されていたために可能だったわけです。The technological developments were basically one of them was called machine perfusion of organs, and the other was called extracorporeal membrane oxygenation, ECMO, and machine perfusion. And these techniques allowed for survival of organs outside the body long enough to be transported from Xinjiang to anywhere in China. その技術、テクノロジーですけれども、一つがマシンプロフュージョン、つまり機械による貫入ですね、体内の液流を液を貫入させるというやり方、その技術によりまして、それが一つと、あとはもう一つがエクモです。これを存在すること、この2つの技術が存在することによりまして、体内に出たその臓器をしばらく、生存可能にするということが考えられました。
Now, what we've seen in China is that the big numbers in terms of organ sourcing of prisoners of conscience is Falun Gong and then Uyghurs. But we do see as well in much smaller numbers Tibetans and house Christians. でもちろん中国の中では、法輪功の学習者、そしてウイグル人が両親の囚人として、交流されていたわけですけれども、その他にもチベット人と家庭、キリスト教家庭教会というところ、キリスト教の人たちもいました。Now, generally what I see as a human rights lawyer and advocate is that human rights violations spread if they're not stopped. ですから、私も人権に対する、弁護士をしまして、人権に対する問題というものは、なんとか止めようとしないことには決して収まるものではありません。We've seen the spread of forced organ harvesting from the Falun Gong population to the Uyghur population. ですから、この臓器収奪が続いていく、それはもともと法輪功の学習者を対象にしていたわけですけれども、臓器収奪をやめられないことには、ウイグル人にまで及んでいったというか、広まっていったというわけです。But it's not necessarily going to stop there. It could spread in large numbers to the Tibetans, to the southern Mongolians, to any, to the Taiwanese Falun Gong, which are in the hundreds of thousands, if China occupies Taiwan. Any group identified as them by the Chinese Communists could become targets if the violation is not stopped. 私が何を言っているかと言いますと、この動きというものがもしも臓器の提供元として自分たちが中国共産党がターゲットにするような相手であれば、例えば先ほど言ったチベット人であろうが、その南モンゴルの人たちであろうが、もしくは台湾にいる法輪功の人たちもかなり何万人もいると思いますので、そういった人たちを対象にするということが言えるということです。Now, up to now I've been talking about the fact of genocide, but let me say a bit about the legal remedies for genocide. 今までジェノサイドに関する事実に関してお話ししていきました。次は法律的なことに関して、その救済方法に関してお話ししたいと思います。We're dealing with, in terms of institutions, individual state courts, the International Criminal Court, and the International Court of Justice. ここでお話ししたいのは、それぞれの各国の裁判所と国際刑事裁判所と国際司法裁判所に関してです。We're dealing in terms of remedies with either civil remedies or criminal remedies. でこういったところで司法的な救済もしくはその刑法的な救済、対応策というものが考えられると思います。We're dealing in terms of perpetrators, either China as a state or the Communist Party as an entity on the one hand, or individual actors on the other hand. でその場合にはどういったふうに対処するかというと、例えば国家もしくは共産党が加害者であるというふうに受け止めるか、それともそれぞれの犯罪を実行している人物が対象者であると考えるかということを考えていかなければなりません。Now, there was two independent expert tribunals. One that dealt with the Falun Gong and Uyghurs. One of them, the China tribunal, that dealt specifically with the killing of prisoners of conscience for their organs. そのうちの一つの法廷としましては、中国民衆法廷というところで、両親の囚人に対する臓器の収奪のために殺害を行ったということに対する判決の宣言があります。The Uyghur tribunal found that there was genocide against the Uyghurs, but not for forced organ harvesting, but it was for the prevention of births within the Uyghur population. そしてウイグルにの集団殺害ジェノサイドに関するその法廷、こちらはその強制失礼しました臓器収奪に関してのものではありませんけれども、例えばウイグル人が生まれないように強制的に堕胎すると、そういったことに関わるものです。
What seemed to bother the China Tribunal and the Uyghur Tribunal about finding genocide for mass killings through organ harvesting is that a lot of money is being made through this abuse. でこうした中国の法廷に民主法廷に関しましても、ウイグルの法廷に関しましても、やはり同じようにジェノサイドを訴えています。それは臓器の収奪に対する大量殺人に関するものを集団して訴えているわけですけれども、この中で非常に大きなお金が動いているわけです。その、犯罪者が犯した罪によりお金が動いているということです。They seem concerned that some of the people involved in the mass killings, their motive was making money rather than the destruction of the group in whole or in part. でなぜかというと、やはり犯罪を犯すというか、それよりもさらに、お金が金銭的な理由というか、お金を儲けれるというところが大きな理由になってしまうわけです。They pushed aside the concept of mixed motives, that people could have both an intent to make money and an intent to destroy the group in whole or in part. でここでは2つの目的を今回のに関しては2つの目的を一つに一気に考えることができるわけです。つまりお金が入る、そしてあとある人種もしくは民族を殺害できるという2つの目的です。Now, my own view is that a person or an entity or an institution with mixed motives, one of which is the intent to destroy a group or in whole or in part, fits within the intent component of the definition of genocide. 私の定義によりますと、ある集団もしくはグループを集団的に殺害しようとする人物もしくはあるグループというものがジェノサイドの定義に当たると考えております。Another concern of these two tribunals was they wanted to make findings beyond a reasonable doubt, and they certainly made those findings about the existence of forced organ harvesting, but were hesitant to make a similar finding that this forced organ harvesting was genocide beyond a reasonable doubt. でそしてもう一つ法廷が述べていること、こちらは臓器収奪による臓器収奪するために人を大量殺害をしているということ、この事実というものは疑うべきもない、つまり疑うべきもない事実であるということです。Well, the standard beyond a reasonable doubt is necessary for criminal conviction. It's not necessary for civil proceeding. All you need for civil proceeding is clear and convincing evidence. つまり妥当な理由というか、妥当な理由による妥当な疑いが、理性的な疑いがなしの場合には犯罪とするということが、それが実際司法的には言われているんですけども、この場合には実際に事実が行われるわけです。And when you're dealing with criminal proceedings, you're dealing with individuals, and some of those individuals, there may be which I should say, can include within the International Criminal Court statute, even heads of state. But in all cases, you're dealing with standard of proof beyond a reasonable doubt for that individual. そして、刑事裁判所の場合には、それ個人を対象にしなければいけない。そうした個人が明らかな犯罪を犯しているということを元にして訴えるということになります。But I should say also, even in criminal proceedings, the concept of willful blindness applies. If you don't know because you haven't asked and you should have asked, you can still be guilty of a crime beyond a reasonable doubt. そして刑事裁判を行う場合にはある疑うことができないような犯罪を行っている人物というのはやはりその犯罪を犯したいう対象になります。But also in civil proceedings, in states, if you're suing an individual or before the International Court of Justice,
if the proceeding is against the state, I mean, where the proceeding is always against the state, it's a civil proceeding. The standard of proof is not proof beyond a reasonable doubt. It is clear and convincing evidence, and that standard, in my view, and there's others who share the same view, of course, that standard is met in these cases. であとはその司法裁判所ですね、こちらにもその要するに、実際に犯罪を行ったということ、そのに対する、例えば犯罪を犯した、そういった事実に対する訴えを行うということになります。Okay, that's what I wanted to say, and I'm going to leave a few minutes for questions. I think we've got about 15 minutes for questions. ということで、私の話を終わりにしたいと思います。質問がもしありましたら、どうぞお聞きしたいと思います。Thank you for your attention so far. 今まではお聞きいただきましてありがとうございます。では、あとに、時間の限りと10分ぐらい、質疑応答をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ、小笠原さん。よろしくお願いいたします。マイクが2つしかありませんので、小笠原さんの通訳にやっていただきます。すみません、一つ、今日ホットジェノサイド、コールドジェノサイドという話がありました。コールドジェノサイドっていうのは、お話があった通り、外から見えない、なかなか、証明することが難しいという話がありますけれども、実際に日本の政府は、この中国共産党のジェノサイドの認定はしていないわけでありますが、私個人としてはこれしっかり政府としても取り上げてもらいたいと思っているんです。その中で、コールドジェノサイドを外から見たときに非常に判別がしにくいジェノサイドをどのようにして、証拠やどのような証拠やどのような指摘を用いて認定をさせていけばいいのかということについてアドバイスをいただけるとありがたいです。Well, obviously it's more difficult to address a full genocide. In a hot genocide for the reasons I mentioned. I should say I've written an academic article on this issue of cold genocide and the killing of Falun Gong for their organisms, co-authored with Torsten Trey and Maria Chung and Richard Dan, and it's published in the Journal of Genocide Studies. I've got more to say, but I'll let you do a translate that. はい、そうですね。確かに先ほども申し上げましたように、非常にこれは見つけにくいというか、その証拠を取りにくいものであります。コールドジェノサイドに関しましては、私も学術誌にジェノサイドに関する学術誌に論文を書いております。法輪法のその臓器収奪に関するそのジェノサイドに関する論文ですけれども、こちらは何人かの人と一緒に共著しております。Now, the question is how one deals with it. It is possible through the court system because many jurisdictions, many states have universal jurisdiction which allow for prosecution of crimes, war crimes, crimes against humanity, genocide, international crimes, no matter where they occur in the world. And that jurisdiction can be invoked
against the perpetrator. Typically, they exercise jurisdiction if there's a local victim, the victim is a national, or if the perpetrator is in the jurisdiction of the state. And so one way of addressing that is getting a prosecution. しかし、こちらをやはり取り扱い方、というのはいくつかのやり方がありまして、でもその中でも裁判所が対応するということは可能だと思います。あるその裁判管轄下というそのがいろんな犯罪を対応できます。その国におけるものであったり、国際的に起こったものであっても、もし被害者が、ローカルに、つまりその裁判権にあって、もしくはその加害者が管轄権にいる、どちらかの場合には裁判を起こすことができるわけです。And many states, their prosecution system is independent from the government, in the sense that the government doesn't get involved and say, prosecute this person, don't prosecute that person. It's really just up to the legal system on its own, no matter what the government does. ですからこうしたそれぞれの国での裁判、訴訟制度というものは法律制度に基づくものでありまして、必ずしも政府に従っているものではありません。ですから独立した形で裁判を行うことが可能です。Another possibility is invoking the UN system, the United Nations system. The United Nations system has several, at least a couple mechanisms that can be invoked. There's a special assistant to the Secretary General of the United Nations who's focused on the prevention and remedying of genocide. Asking that special assistant to the Attorney General on genocide to get involved is a possibility. もう一つのやり方は国連に訴えることです。その国連の中にはいくつかのメカニズムがありまして、やり方がありまして、そのうちの一つとしては、その人権を担当しているその弁護士、人権担当官に対して、そのジェノサイドがやはり扱っていますので、そうした、人物もしくはその国連の中にあるその部署に対して訴えていくというやり方です。Another possibility is the specialized mechanisms set up by the UN Human Rights Council. Those specialized mechanisms, about 12 of them, got together to write a joint statement to China expressing their alarm and concern about forced organ harvesting. And there's some back and forth now, and they haven't actually said they're done sign, but they could in the future as they continue with the articulation of those concerns. もう一つのやり方は、国連の中にある人権審議会、ヒューマンライトカウンシルに対して訴えかけていくというところです。こちらではジョイントスタディを行いまして、すでに中国の強制的、失礼しました、臓器収奪に関する懸念を表明しております。ですから、こういったところ、組織に対して話しかけるというのが一つのやり方です。Another possibility is the Human Rights Council itself. Now, at the last session, there was a resolution on China which the Chinese government, through political Armstrong, managed to defeat. But they do not have China does not have a veto at the UN Human Rights Council. And so it might be worthwhile keeping on trying that remedy. 人権の人権審議委員会に訴えるというやり方の中で、何らかの決議を起こすという場合に、中国は引き付権を持っておりません。人権審議会に対しては持っていないということですから、そこで話し合うのも非常にいいんではないかと思います。Now, obviously, you know a lot more about the Japanese parliament than I do, and I hesitate to give you any advice about what the Japanese parliament should do. But I do know that parliaments generally often take the initiative to do studies and reports on issues of concern, and
sometimes on their own initiative and not just because the government is asking to do so. でもちろん日本の政治もしくは国会のことに関しては皆さんの方がよりご存知なのはよく存じ上げています。しかし考えられるのは例えばある懸念点があるという場合にはそれに対応するそのスタディもしくはレポートをその国がイニシアチブを取って行うということができます。誰かがそういったその活動を起こすべきであるということを提言するということによってそれを活動できます。I must confess I don't know enough about the Japanese Parliament to know whether it's institutionally possible for the Parliament or a parliamentary committee to conduct a study on its own initiative on this issue without the approval of the government, but if it is, I would suggest they do so. だから私日本の国会の中でもしくは政治の中である委員会を立ち上げてそこで追求していくもしくはリポートをしていくスタディをしていくというためには日本の政府の承認が必要なのかどうかというところまではよく分かりませんけれども、そういうことがもしできるのであればそれも一つの手だと考えています。I would say just generally that, genocide is, I suppose, a politically charged word, but it's also a very serious crime, and it shouldn't get caught up in political considerations. Generally we should do everything we can to prevent and remedy genocide, regardless of the politics of the perpetrators and those associated. でもちろんジェノサイド、集団虐殺ということが、非常に政治的な、いろんな意味合いがあると思います。そういった中でもやはりこれは非常に大きな犯罪であるということは事実です。ですから我々は何とかして止めたい、そういった思いがある。ですから、加害者のそういうその犯罪者に対して何らかの形で、ストップさせたいというふうに考えております。There's one other remedy I can suggest, which is the mass killing of Falun Gong for their organs and the Uyghur for their organs is an industry. It uses chemicals, it uses machines, it uses buildings, and there's a lot of private enterprise, both inside China and outside China, involved in this mass industry. And it is possible, at least, and there are mechanisms for dealing with human rights violations by multinational corporations. For the contact points, the national contact points for the organization, the OECD for economic cooperation and development, and there would be a national contact point in Japan. And so it might be possible to get to the genocide issue through the national contact point. 例えばもう一つ考えられることですけれども、もう一つ考えられることですけれども、ルイグル人もしくはその法輪功に対するその臓器収奪のための大量殺人というのは一つの大きな産業なわけです。いろんなそのケミカル、その化学物質も関わっているし、さらにはそので、失礼しました。もしくはその医療も関わっているし、テクノロジーも関わっているし、もしくは何かの建物が関わっていて、そしていろんな企業が関わっていると、その中には多国籍企業もあるわけです。ですからそうした企業であるという、企業活動であるということを考えると、もしくは産業であるということを考えると、OECD のその窓口というのが日本にもやはりありますように、そういうところでそのジェノサイドであるということを訴えかけるというのも一つの方法だと思います。If I may just add one more point. I know that there's a Japanese-Chinese friendship hospital in China which does some transplants. I think that could be a
a point of contact to deal with that issue. Complicity abroad isn't just at the state level, it's also at the professional level, the institutional level, through hospitals, research, publication, education, and one should look at those collaborative contact points as well. で例えば先ほど申しました窓口という点に関しましても、医療の面で考えると、中国と日本の間での友好病院というものがあるわけですね。中日友好病院だとか、日中友好病院だとか、そういったところがあります。ですから、そういった海外との教育を行っているところ、やはりその窓口、そこが、いわゆるその共犯のところになるわけです。そういった施設とか病院とか、その他にその研修を行っている研修を担当しているところであるとか、もしくはそういったパブリケーション、雑誌を書いているところとか、そういったところに連絡を取るというのも一つの理由です。Now, I'm afraid that Mr. Ishibashi asked such a good question. My answer consumed all the question time. So I guess we're going to move on to the next item on the agenda. Thank you. はい、すみません。素晴らしい東様のその質問をいただきましたので、あまりにも長い答えになってしまいましたけれども、ありがとうございました。マタ先生、ジェノサイドについてお聞きしまして、本当に改めてこれは人道に反して人間の姿を全く無視して、全く新しいものを作るような感じがして、本当に恐ろしいものを感じたんですが、またそれに対して国連に訴えるなど、解決方法まで教えていただきまして、ありがとうございました。また、何とかしてこの迫害をやめさせるためにやっていかなければならないと思いました。皆様、これで、マタ先生の講演は、終了になりますので、マタ先生に拍手をお願いいたします。ありがとうございました。中国共産党は、中国経済が、悪化の人をたどる中、臓器収奪によって、莫大な利益を得ています。その利益の、犠牲者のなっております部分と法律法だと思います。本日は法律法についてお話ししていただきたいと思っております。NPO 法人日本ハーブター犯罪会会長金太郎さんによるハーブ法被害から見る臓器収奪問題の近況についてお話ししていただきます。南さん、よろしくお願いいたします。今、ただいまご紹介に来ました。日本ハーブドラッパー学会の会長をやっております、稲垣と申します。皆さん、今日はたくさんの方、お集まりいただき、ありがとうございます。私たち、ファールゴンという機構は、気候による中国伝統の気候修練法ですね。その理念は、真善人です。真実を話し、良い人になり、そして、どんなことにも耐え抜く、そういう理念を持って、我々は修練を続けてまいりました。しかし、中国においては、中国共産党が1999年より、私たち、日本学習者に対して、ひどい迫害を行うようになりました。その最も卑劣なものが、今日、マタさんからもいろいろ説明あったと思いますけれども、臓器収奪の問題です。今は臓器収奪されている対象者、ファールン学習者、そしてウイグルの人たち、そういった方が中心となっていますけれども、先ほど来マタスさんが話されているように、その供給元が足りなくなってきたら次へと向いていくかもしれない。その時にですね、中国共産党はどこにそれを求めるか、それも皆様も考えていなければいけないと思います。日本は地理的にも中国の隣の国です。そして最近では中国共産党は台湾を自国の領土として、
そして統一を目指すというような形でですね、台湾に圧力をかけています。将来、台湾が統一されるようなことがあれば、台湾の人々、これは学習者だけではないのかもしれない。そういう人たちが次の臓器収奪の対象になるかもしれない。その時、台湾の領土だけで終わるんでしょうか。日本の尖閣、そして沖縄、そういったところが犠牲になる可能性もあるんじゃないですか。中国共産党は強い覇権主義を持った党です。非常にそのことも皆さんが知っておくべきことだと私は思っています。将来、日本の人たちが同じ犠牲者にならないように、今私たちがやられていることを我が身と思って、考えていただければ、今ここで止めておかなければ、非常に世界は危ないんだと思えると思います。今、私たちの力は小さいかもしれない。しかし、小さい力でも長く続けていれば、大きな仕事を成し遂げられると思います。先日、私たち横浜でパレードを行いました。その時に、丸山先生が話してくださった話があります。日本には小さな神様と大きな神様がいて、大きな岩に穴を掘ることになった。トンネルを通すことになったんですけれども、こんな岩山、トンネルを通すのは無理だよという話で、大きな神様たちは手を引いたそうです。しかし小さい、本当こう親指ほどぐらいしかない小さな神様がやめずにずっと掘ってたと。そうしたら大きな神様もその行動を見てですね、非常に感動して、こんな小さくても頑張っている、私たちは手伝わなくていいのかというふうに思ってやって、みんなでやることができた。そしてトンネルを開けることができた。そんな話をしてくださいました。私たちの今の状況もやはりその小さな神様の行動と同じじゃないでしょうか。私たちの行動一つが小さくても周りを巻き込んで将来大きなことを成し遂げられる。私はそう思っています。ぜひ皆さんも今日のここで知り得たいろいろな情報をですね、いろいろな方に話していただき、そしてまたホームページなどでもまた再度情報を調べていただくことでどうなっているのか、どういう状況なのかも理解できるかと思います。そしてこの中国で行われている卑劣な行動をやめるための、阻止するための大きな力に広がっていくと思います。ぜひ皆様もこれからのご協力を私としても切に願っております。私の方から以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。本日、マタス先生からジェノサイドについて、大変重たい内容だと思いましたが、救済方法としても国連に訴えるなどいろいろ教えていただき、また丸山先生と稲垣さんから、小さい力でも、続けていれば成し遂げられるということをお聞きしまして、とても感銘を受けまして、頑張っていきたいなと思いました。皆様もどうぞ一緒によろしくお願いいたします。また、日本は国際社会でも一致団結してやっていければいいなと思っております。では最後に事務連絡をさせていただきます。本の紹介をさせていただきます。本日、日本の本として、臓器収奪消える人々、臓器収奪消える人々の本をご用意してございます。この本はジャーナリストのイーサーマン・ガットマン氏による本で、ウイグル、チベット、法輪法についても詳しく書かれております。また、日本で問題となりました人体模型店についても記されている本です。この本は Amazon で購入することができます。ぜひよろしければお求めくださいませ。また、本日、中国臓器移植の真実という本を数冊お持ちいたしております。
この本は2021年に中国における臓器移植を考える会 SMG ネットワークの監修によって出版された本です。評論家の加瀬秀明先生をはじめ、ジャーナリスト、医師たちなど、さまざまな立場の視点から記された本です。本日、皆様に無料でお渡しさせていただきます。どうぞお受け取りくださいませ。また、中国における臓器移植を考える会 SMG ネットワークは、全員がボランティアで活動しております。また、私たちと一緒に活動していただけるボランティアの方も随時募集しております。我こそはと思っていただける有志の方がいらっしゃいましたら、私たちのホームページのお問い合わせ欄よりお申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。ご案内は以上です。終了または写真撮影を見て構いませんのでよろしくお願いいたします。では以上をもちまして国際人権弁護士デイビット・マタス氏による臓器収奪問題講演会を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。では、写真撮影に入らせていただきたいと思います。